自分でちょっと足を動かしてみると同じ方向に行くようになってるんでそうですね。あと僧帽筋と肩の筋肉、この厚みを描いていくとそれっぽく見える。よろしくお願いします。毎度です。またディスコードアドバイスシリーズの日の絵が来てます。どうも。お疲れ様でした。で、今回はしゃがんでいる絵を拾いました。 Z7CK さんが Any help appreciated なので、何か違和感とか簡単な改造とか。そうですね、まあ直すところは分かります。なるほど。直すべきところも。じゃあお願いします。そうですね。じゃあ最初は頭を描きます。7対3の角度で少し俯瞰ですね。っていうかキャラクターは下を向いてる。今のポーズだと首がそんなに見えないので肩が上がってるように見えますね。元のアーティストは手を描きたくなくて、手の練習をすればいろんなものの応用になるんで、やってて損はないですよ。左足が多分元の絵で結構後ろになってた感じですね。実は結構直接下に行ってなんとなくスパイダーマンがしそうなポーズですね。右腕が奥に行ってるから見えなくなってますね。ああいうのは初心者として描くのは難しいですね。左足が直接下に行ってるよりちょっとだけ広げた感じですね。そして足がもう少し前に向いてるようになります。ポーズはこんな感じでまとめてみたんですけど、やっぱり左足のつき方がちょっと無理があるんで、人間正座するとねこんな感じになるじゃないですか。はい。その比率を考えながらつくとどんな感じになるかなとか。なるほど。そうね。これはここら辺でもいいかな。でここら辺がふくらはぎでいいと思う。で足の向きなんですけど、足のお皿あるじゃないですか。これがこれがこっちに向いてるとすると、この足自体も同じ方向に向いてるのを意識して描いておくと結構見栄えのいい絵になりますよ。そうですね。自分でちょっと足を動かしてみると同じ方向に行くようになってるんでそうですね。そうね、こういうポーズだとどれくらい足回せるか試すといいですね。キャラクターの首気になってました。元の絵で首が結構低いところにあったんですけど、井上さんが描いた絵、今の角度だと結局頭の後ろに首がちょっと隠されますね。角度がつくとこんな感じの線を引くと、あと僧帽筋と肩の筋肉、この厚みを描いていくとそれっぽく見える。いいですね。あと初心者が難しいといつも思ってるところが、キャラクターの右腕、多分こういう動きしてるから結局カメラが見えなくなりますね。肘はここら辺に来てますからね。
でもちょっとこれは大きすぎたかな。もう少し小さくていいかな。あ、奥にあるから。せっかく手を書いてもらいましたので、右手のポーズと左手のポーズ少しアドバイスとか話してもらえますか？まあ同じようにちょっと手を開いてて角度が違うとこんな風に見えますよって感じで。じゃあ大体同じポーズだけど違う角度、そんな感じですよね。手の描き方もね、もうこう骨がこんな感じにあると思っていると、それを意識して描いていると結構ね立体的な発想が身について描きやすくなりますよ。そうですね。でこの親指っていうのがくせ者で結構フレキシブルにねこの範囲で動くんですよね。そうなんですね。もうこんな感じで結構他の指から離れることができますね。いろんなポーズのパターンがあるんで、それをねよくあるのが難しい。こんなパターン化された手のポーズもあるから、書き慣れてくるとすぐに書けるようになるんで。じゃあ練習としてなんか自分の手を見てなんか普通に考えないポーズいろんな角度で練習した方がおすすめですか？そうですね。いろんなね映像とかを見てこの角度をね書いてみたいと思ったらそこでポーズボタンを押してなるほど。例えばこういうポーズとか、いいですね。であと元の絵がもったいないと思うのは、せっかく服着れてるんだからなびかせりゃいいのとか。予備動作の準備とか、あと着地した後とかだと服は結構なびいてると動きがある絵になりますね。で全体的に元の絵より日野井さんが描いてくれた絵の方がなんか奥行きがある感じなんだけど、それも何か一般用なアドバイスとかありますか？やっぱりそして考えて立体的にこう描いてるんで、それで奥行きが感じられると思いますよ。そうですね。元の絵のその右足、私その服のシワちょっと気になってました。そうですね。そのシワだとなんか逆向きに見えますかね？ちょっとここら辺の構造が分かんないんだけど、分かりやすく描くとこのポーズだったらこのまた下からねシワが伸びてくるんで。そうですね。あと足は少しなんかひねってるし、お皿がここにあるからそれに合わせてこの足の向きをで地面にねぺったりつくよりちょっとつま先をつけてかかとを浮かすとか、そういう風にした方が立体的に見えるから。シワっていうのはこう本当お尻の方からガーッとね引っ張られて伸びるんで、それを意識するといいかな。普通の立ちポーズだとそんなにそういうシワが出ないんだけど、結構こういうポーズだとシワがいっぱいできるですね。Z7CK さんに最後に何かワンポイントアドバイスとか、これからお手本になる絵はいくらでもあるんで、こういうシワの描き方とかポーズの取り方とかいろいろ真似てみるといいですよ。ありがとうございます。じゃあぜひみんな Discord コミュニティグループは無料で入れますので、ぜひ入ってみて投稿したらいろんな人からアドバイスもらえたりできますので、ぜひ入ってください。あとはチャンネル登録お願いします。この Discord シリーズのプレイリスト見て他の動画いっぱいあるのでぜひ見てください。日野井さんありがとうございました。どういたしまして。